タイモン・スクリッチと申しまして、国際日本文化研究センターに勤めております。去年の夏、30年間勤めてたロンドン大学を出て転職して日本に引っ越ししました。今日皆さんと一緒に考えさせていただきたいのは、江戸時代における国際交流です。特に西洋人のことです。もちろん朝鮮半島と中国とかの交流もありましたけど、今日時間がないせいで西洋の諸国との交流のみ考えたいと思います。で、テーマは、広いですから、東海道を歩いた西洋人です。で、江戸時代では西洋人が本当に東海道を歩いたかと聞きたい人がいるかもしれませんが、江戸時代むしろ鎖国なのではないかという人がいます。で、この鎖国という言葉ですよね。最近高校の教科書とかにもから外されてるんですよ。もうこの言葉は使いませんが、つい最近まで江戸といえばすぐ連想したのは鎖国でした。だから最初はちょっとその序文として鎖国という言葉をちょっとだけご一緒に考えたいと思います。鎖国というのは当然に語源を考えると金属製の輪で、主人を縛ることですよね。綺麗な言葉ではないんです。恐ろしい言葉です。で、まさか江戸幕府がこういうような言葉を法律用語として使ったはずないんです。で、実は江戸時代では鎖国という言葉ありませんでした。幕末までありませんでした。最初に出てくるのは1801年で、静木貞夫という天文学者ですけども、彼は幕府藩政を批判するために鎖国論という原稿を書きました。ただし、出版されなかったんです。出版されたのはもう50年後で1850年。つまり本当に幕末も明治維新の前夜という感じで、その鎖国という言葉、日本の国内で割と流布になりました。で、鈴木という人がどこからその言葉を取ったかというと、ドイツ人の本から取ったんです。で、そのドイツ人がエンゲルベルト・ケンペルという人が、日本でも大変有名な人だと思いますけども、オランダ商館付属の医者として日本に来て3年間ぐらい日本に滞在しました。で、それもちょっと指摘したいないことですけども、オランダ商館と言いますけども、決して全員オランダ人ではありませんでした。たくさんのヨーロッパの国籍の、共通の国籍の人が日本に来て日本のことを経験したんです。ドイツ人、ケンペルドイツ人多いですし、スイス人、スカンディナビアの人とか、たまにスコットランドの人とか、もちろんカトリック国の人が参加できませんでしたけれども、オランダ東インド会社が国際的な機関でした。で、とにかくケンペルがドイツ人として日本に来て、で、帰国してから、Beschreibung on Japan という、これは後の題名ですが、ケンペルが作った時の題名が、Heutiges Japan、つまり、今日の日本、現代日本を彼を描写したかったんです。で、残念ながら、本を、出版できなかったんです。誰も日本のことに興味を持っていませんでした。で、ケンペルがもう出版社を見つからないで、死んでしまったんです。ただ原稿でありました。で、いよいよ30年後ぐらいで、その眠っている原稿がイギリスの医者に発見されて、英訳されて、で、その英訳が1720年に出版されました。で、その英訳のバージョンでは、鎖国という言葉もちろん日本語ですが、Japan is shut up。close ですよね。閉められてます。で、ケンペルがそれは批判するためにってことなくて、彼がいいことだと思ってたんです。あんまりにも重要交流があれば、国にとって良くないことなのではないかという説でした。とにかくケンペルが彼の日本の今日の日本という原稿が眠ってたんですが、彼は日本食物に対して、医学関係の
薬草とかについての研究ですけども、その本が出版されて有名になったおかげで、ヨーロッパでよく知られている人間でした。ちょっと慌てて説明したんですけども、それは鎖国ということの由来です。江戸でなかった言葉です。ただし、江戸で解禁という言葉はありました。で、この解禁という言葉は海を禁じることですよね。もともと中国の用語です。で、中国でもう代々そういう法律があって、江戸幕府が解禁をしたときに珍しいことをしてないんです。アジア大陸にもすでに昔からあった政策を日本に持ってきて日本にしたんです。で、解禁というのは海を禁じるということはもちろんそういう意味ですが、その国の人が海外に行っていけないという意味です。海外の人がやってくることを禁じるではありませんでした。だから解禁というのは、もう徳川三代将軍の家光の時代の政策ですけれども、日本人が外国に行っていきません。西洋人を日本に来ることがもちろんできました。今日はさっき申し上げたように、オランダ人、西洋人しか取り上げる暇がないので、そういうことについてこれからちょっとお話ししたいと思います。ここは現代でいうジャカルタです。つまり、ジャワ島にある町。地図を見てみると、ヨーロッパからスペインでもポルトガルでもイギリス、オランダからでもジャワまで行くのは難しくないんです。ただ、現代の言うインドネシア、島が非常にたくさんあって、海峡が少なくても、インド海から東シナ海に進むことが非常に難しいです。危険です。で、唯一の海峡だと思われたのは、つまりマラカ海峡がポルトガルに奪われたせいで、ポルトガル人が北のプロテスタントの国々の人たちを通してあげなかったんです。そうすると、ポルトガルだけ日本に来られた時期がありましたけど、いよいよジャワ島の近くにある澄んだ海峡というところをオランダが見つけて、そこで町を作りました。で、イギリスも真似て同じ海峡を利用して日本に来ましたけども、今日イギリスの話する時間がないんで、オランダのみです。で、オランダ人少しずつ、植民地というか、奪った土地で、オランダらしい町を作りました。後ろに山がなければ、この図版見れば、まるでもうオランダの町だと思うんですが、オランダがペタンカの国ですよね。後ろの山を見ると、これは本国のオランダじゃなくて、これはオランダの植民地です。で、この辺の、支配者が、イスラム教のサルタンの支配者が非常に怒ってたんですが、オランダが強いから妥協するしかなかったんです。ただ一つの条件だけ、オランダがジャワの人を奴隷にしません。これはちょっと今日あんまり話す時間がないんですが、東インド会社における奴隷制についてちょっと別のことですも今度また考えることがあればいいと思いますが、オランダ東インド会社がジャワ島の人を奴隷にすることが禁止されてまして、でオランダ人大体その条件を尊重しました。ジャワに着くと、澄んだ海峡を通って北に行けば日本に着きます、もちろん。大体中国海岸を沿っていきます。もちろん琉球諸国を沿っていくことができますが、琉球でサンゴ礁がありますからちょっと危険で、それと敵国のスペインが持ってたフィリピンをあんまり近づけない方がいいとオランダは持ってたので、そういう中国ちょっと沿って長崎に行きました。で大体もちろん風によりますが、オランダからジャワ島まで1年間以上かかるだとすれば、ジャワ島から日本まで、うまくすると1ヶ月ぐらいしかかからないです。たまに船が沈んだりしたんですが、そんなに危ない海峡ではあります。航海ではありませんでした。
でもちろん有名なことですが、長崎に入港したら、そういう月の形の出島に商艦を立てて、その中で貨物を下ろしたり、輸出するものを乗せたりして、半年、4ヶ月近くオランダ船2隻ぐらい長崎湾にありました。ちなみに出島と言いますけども、出島が固有名詞ではないんですよね。日本語では出島というのはちょっとだけ陸から離れた島です。で本当の、固有名詞が月島です。月の形ですから月島って言いますけども、オランダ語も僕もそうですけど、月島なかなか外国人が発音できない言葉ですから、結局出島があるいは出島が地名になってしまいました。で、オランダ人がそこにいる間に、もちろんその貿易をやったりして、輸入したり、輸出したりする大変忙しかっただろうけど、船が長崎湾にいるのは、1年間ではないんです、もちろん。風を漁して動く補船ですから、だいたいジャワ島を出発したのは、だいたい春です。で、日本に着くのはだいたい今現代暦で言えば6月です。で、6、7、8、9、10、10月の末か11月が風が変えて、ジャワ島に戻ることができました。で、10月ぐらい船が出港して、次の年の春、夏、次の船が来るまで、オランダ人が本当にすることがなかったんです。だいたい遊んでたんですよ。ビリヤードやったり、お酒を飲んだり、それともちろん町の人となるべく交流したりしました。で、おそらく一番大きな交流が、オランダ人と長崎の友情ですね。普通の町人の女があんまりオランダ人に会うチャンスがなかったでしょうけども、オランダ人が遊郭に行く、あるいは、友情を出島に呼ぶことがありました。で、大変残念なことですけども、こういう交流についてほとんど記録がないんです。もちろん、たまにこういう文があっただろうけど、オランダ人が日本語を読めないし、そんなに文通の交流が少なかったでしょうけども、本当に少ないんです。たまに、逸話とか、この左のは日本全国の遊郭の紹介です。で、見えますよね。長崎遊軍の図と書いています。で、その長崎の遊郭の丸山と言いますけども、長崎の丸山の特徴が、オランダ人のお客さんがいました。で、右側にある西川付信という大変有名な江戸中期の絵師で、春画の専門家でした。今でいう春画っていうのは、よく江戸時代で西川絵と言いました。ここは春画じゃないんですけども、オランダ人がちょっと女性の胸を見ようと思って、無理やりにその着物を開けて見ることですよね。そういうことで。で、これは記録が本当に少ないんです。もうちょっと記録残るのは、逸話のことですけども、江戸時代で、もちろん俳諧が有名ですが、川柳、柳の流れと書きます。川柳というユーモラスの俳諧というジャンルがありまして、でそれにたまたま時々こういうものが出てきて、丸山や女の読めぬ文が来る。通詞、つまり翻訳者ですね。通詞を通して丸山の客は、丸山の愛、丸山の愛、丸山の愛、81万3000人というようなギャグのことですよね。で、それで記録が残念ながら少ないんですが、もっと記録が残っているのは正式的な交流で、つまりオランダ人と通詞、オランダ通詞、将軍、幕府が持てた、正式的な通訳です。で、その中にいろんな面白い人間がありますが、僕が個人的に好きで結構研究したのは、この吉尾耕作、あるいは吉尾耕牛
同じ人間ですけれども、吉尾耕作です。彼はもう今日語る、時間が全然ないんですが、彼はこの芝交換という画家とちょっと友達になって、芝交換が長崎に遊びに行った時に、芝交換が、その通詞の工作の肖像画を描きました。でこれです。で、工作が本持ってますよね。これはもうオランダ語を読める人ですから、要所を持ってて、上に西洋の、画用の、なんかそのトランペットを弾いてると、ラヤという音楽を弾いてる二人の、天使みたいな人がいて、これはもうちょっと本当にもう西洋風の、この肖像画に出てくる人の偉さを見るための絵ですよね。ちょっと不思議な面白い構造です。長崎が江戸から遠い、大阪と京都からも遠いんですが、長崎の、外国人の屋敷、オランダの出島と中国人の唐人屋敷というチャイナタウンのよく描かれています。で、これは一つの巻物です。ペアです。片方がオランダ、片方が中国。その海外じゃなくて、日本にどういうふうにその外国人が住んでいるかということが描写されてて、おそらくこういうような絵が全国に広がったと思います。特に、大阪とか江戸とか京都で西洋の貿易で金持ちになった人がなかなか長崎自体行けないけども、そういうどういうものがあるかということを見ようと思って、この絵を依頼したはずです。で、この場合では、部分図ですけども、食卓ですよね。オランダ人が、今でもそうですけども、西洋人が食卓で帽子をかぶっていけないという、儀礼がありますよね。だからもう帽子を脱いで服にかけています。で、その左に、残念ながらこれまた奴隷ですけども、音楽を弾いてます。で、下でオランダ人を挨拶していますよね。その西洋のやり方で、帽子をちょっとだけ上げるんですよね。他人に挨拶するために。この絵のテーマは、ただオランダを描写することではなく、オランダ人が野蛮ではないんですよ。その食卓のマナーがあって、音楽を鑑賞することができれば、お互いに会うときに、ちゃんとした日本と習慣違うんですけども、日本と同じぐらいにお互いに挨拶するんです。もうオランダの文化水準を高めるための絵ですよね。これは長崎です。ただこれから話したいと思うのは、やっぱり東海道を歩くことです。一番最初に、船を利用して長崎から長崎から下関を通って堺まで行きました。で、この船が毎年同じ船を使いましたけど、オランダ人がホフプライスは散歩、江戸に行く、江戸に参るための意味で、バークは船という意味ですよね。だけど本当に名前がありました。日吉丸という船です。で、ほとんど絵に出てこないので、よくわからないんですが、割と普通の日本の貨物船だったでしょうけれども、オランダの旗と、あとオランダの3色の東インド会社のロゴを利用して、それも飾って、それで船で長崎から堺まで行きました。で、堺から大阪から京都から東海道に歩きました。